こんにちは。今日はですね、音と絹と美の奏でる物語ということで、10月と11月に体験ワークショップを予定して、おります。その関係で、今回はですね、12時からライブを行うんですけれども、ちょっとその前に30分ほど、着物ドレスのアーティストの方、またヘアメイクアーティストの方をお招き、裏方でいつも手伝っていただいているんですけども、ちょっとその方たちにですね、舞台裏の話をちょっとお伺いするような、そんなイベントになっておりますので、お楽しみいただけたらと思います。私、グレインドミュージック代表の、ゆきたがみと申します。よろしくお願いいたします。でまずですね、ありがとうございます。お話を伺いますのは、着物ドレスアーティストのしおりさん、にお話を伺っていきたいと思います。ですね、今日実はですね、少しテーマが今日はロックということで、こんな着物の形にしているんですけれども、まずはですね、なかなか着物こういった形で着るのは珍しいのかなと思いますが、これ着物ドレスと言いますが、それになぜ興味を持ったきっかけをまずお伺いしたいと思います。しおりさん、なぜ着物ドレスに興味を持たれたんでしょうか。もともと義理の母が着物が好きで、その関係で着物は好きだったんですけれども、その母が、主人の母ですね、主人の母がその祖母の着物をたくさん持っていて、大切な着物があったんですけれども、あったんですけれども、その着物を捨てることはできないけど、何かにそんなにたくさん着ることもないし、でも何かに生かしたい、捨てたくはない、何か方法はないかって言って相談してもらったのが最初きっかけで、そこからいろいろ調べて、で切らない着物ドレスっていうのに行き着いたんですね。で切らない着物ドレスだったら本当ハサミを入れないので、着物にハサミを入れないので、当たり前のその着物の着方として着ることもできるし、でこんな風にドレスのように着ることもできるって言って、そういう新しい着方があるんだよっていうのを、母に伝えたいっていうのが最初のきっかけですかね。ありがとうございます。着物で結構思い出深い大切な高価ですしね、ものだったりするので、結構ハサミを入れるには一つ勇気がいったりするかと思うので、切らないっていうのが一つやっぱり大きなメリットなのかなというふうに思います。で私の方もですね、母も着物ですけど、タンスの中にずっとしまっておる、本当に晴れ着の時着たけれども、その中しまっているっていう方結構多いんじゃないかなと思いますので、新しい着方としてね、結構これ皆さんに普及したらいいかなというふうに私も思います。ありがとうございます。ではですね、この今日の衣装のこだわりポイントについてお伺いしたいと思います。はい、今日は、テーマがロックということだったんですけれども、これがですね、ロックといえばの色の印象がこの赤と黒がですね、ロックの印象があるかなと。すみません、ありがとうございます。でこの赤がですね、紬なんですけど、でちょっと張りがある生地なんですよ。でこの張りがあるこの生地とこちらのこの柔らかい感じと対照的になるように作ってます。でこれもですね、男性用のへこ帯なんですよ。男性用のへこ帯をこんな風に使ってて、でこの着物に対して網タイツとブーツを合わせて、はい、これをロックの雰囲気をですね出してみました。はいありがとうございます。私もですね、大体毎回最近は一緒に初めドレスで私もやってたんですけれども、着物のドレスのしおりさんにすごく協力いただくようになって、着物ドレスお願いしてるんですけれども、大体打ち合わせを先にどういう衣装で着ようかっていうふうにするんですね。で今回はじゃあロックにちょっと今回テーマでいきたいなっていうふうに言ったらですね、でもうなんかふうにお伝えしたら、
もうこんな感じどうって言って、この着物とですね、この黒い帯で提案してくださって、あ、いいねっていう感じで進めてみました。で、細かいところは今おっしゃったように、まあどこまで、膝を丈を上げるのかとか、どういう着方っていうのは、私そこから細かくは調整するんですけども、赤と黒の対比だったりとか、柔らかさと硬さの対比とかっていうのが、ロックのコントラストというか、その強さに、表現ができるのではないかなというふうに感じました。で今、へこ帯って男性用の帯を使っているということだったんですけれども、この同じ帯でですね、結び方だったりとか位置を変えるだけで印象がどう変わるんでしょうか。なんか変わり、はいですね、結構、普通の着物だといろいろルールがやっぱりありますよね。どの着物にはどういう帯をつけるとか、そういう決まりがあると思うんですけど、着物ドレスってルールがないので、割とというか本当に自由にできて、こんな風に、普通のイメージで帯って結構女の人は後ろで結ぶじゃないですか。だけどこうやって前に持ってきてみたりだとか、はい、で垂らすっていうのも、普通の着物ではあんまりしないですし、はい、あとはそうですね、ここでも前でもお花をなんていうんですか、ひだを作って前にボリュームを持たせたりもできるんですよ。そうすると非日常感が出て、なんていうんですか、特別感が出るとか、はい、なんか同じ一つの帯でもいろんな表現の仕方っていうのはあるかなと思います。すみません、何回もそうですよね。いや、本当に確かに今伺ってて、帯を垂らすって、確かに後ろで結んじゃうことも多いので、そういう意味では確かに大きい違いかなっていうふうに感じました。前ですね、帯をお願いした時はですね、後ろにリボンのような形で結んでいただいたりとかですね、今回縦ラインで結構クールな印象になってるのかなと思うんですけど、またリボンだったりするとちょっと可愛かったりとか、そういう印象が出るのかなと思って、今回もね、自由っていうふうにおっしゃいましたけど、ブーツとか網タイツとかちょっと着物では考えられないような組み合わせなので、なんかそれがすごく新しいくて面白いなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。同じ、例えば今この着物を着てますけど、この着物で季節だったりとか、今このちょっと図書館っていう場なんですけれども、違う場によってこの着物をアレンジ、どういうふうにアレンジするとかっていうのがあったりしますか。はい、この赤い着物ですと、今日はこうやってロックの、感じでやってますけど、例えば還暦の時のお祝いとか、赤のちゃんちゃんこを着るみたいなのがあるじゃないですか。でそれを赤いちゃんちゃんこじゃなくて赤の着物ドレスにするみたいな。でこれを例えば両肩出すのはちょっと嫌かなとかってなったら、両肩を隠すシルエットにしたりっていうのもできるので、同じ、帯もそうなんですけど、着物も結構場所に応じていろんな着方はできますね。あと季節とかだったら、例えばその夏だと浴衣とかもできますよ。浴衣も着物ドレスとして、着ることもできますし。着物の代わりにですね。ですね。浴衣だとなんかもうちょっと手頃っていうかお気軽な、感じで着れますよね。そうですね。今確かに私、こっちで隠してるんですけど、半肩出しというか、こっちは着物で隠していて、こっちはまた肩が見えてる状態なんですね。でもちょっと秋で夏でもなく、ちょっとこれをかけることで、半肩だけどもちょっと着やすくっていう風に形になってるので、今おっしゃったように、両方肩を出すのに抵抗ある方は着られてもいいし、もしくはもう若い方で出したいっていう方は全部半肩じゃなくて全部出すっていう方も確かにアレンジとしていろいろありますね。面白いですよね。本当にそういう意味では自由。じゃあですね、今このアレンジありましたけど、しおりさん自体が心惹かれる着方っていうのはありますか。私はですね、この着物ドレスに興味を持ったきっかけでもあるんですけど、一番最初に見たのがウェディングドレスの形だったんですよ。
はい、下にこうパニエ履いてドレスみたいなですね、いわゆる本当にウェディングドレス、はい、裾が広がったこうボリュームのある、プリンセスラインっていうんですかね、はい、ウェディングドレスの形に、着物を着付けてるっていうのがあるんですけど、それがなんか一番なんていうんですかね、着物なのにドレスみたいな、なんていうかちょっとインパクトが強いと言いますか、はい、っていうのがあるので、一番それが好きかなとは思いますね。はい、ありがとうございます。そうなんですね。なんか私はですね、結構毎回ストレートなラインでお願いをしてて、今プランセス確かドレスって言ったらこう感じで、着物のとドレスっていう感じだから結構イメージだいぶ違いますよね。確かと思いながらもやっぱり人それぞれこう着たいスタイルっていうのはあると思うので、今度のですね10月11月の体験ワークショップでもですねいろんなスタイルがありますので、そういうのを提示しながらあなただったらどんな風に着るというか、そんな形でですね着物ドレスアーティストのしおりさんにはお話をしていただいて、という形になっておりますので、10月6でしたっけ、10月の5日とですね11月の30日、内容としては一緒になっておりますので、ぜひねよろしければご参加いただければと思います。ありがとうございます。最後にですねもう一つ、伺ってもよろしいですか。洋服となかなか着物を着る機会がなくて、私もこういった、ライブの時に今着させていただいてるんですけれども、結構しおりさんは日常でも着物好きっていうことで着られるようなんですね。でちょっと着物とですね普通の洋服を着ている時のこう気持ちの違いとか、そんなものがあったら教えていただきたいなと思います。やっぱり着物可愛いですよね。可愛い着物可愛いんですよ。私、洋服でもそうなんですけど、結構派手めの服とかも好きで、はい、目立ちたいじゃないですけど、なんか人と被りたくないみたいなちょっと印象っていうちょっと思いがあってっていうのもあるんですけど、着物を着てる自分がなんか好きっていうか、なんていうんですか、なんかちょっと恥ずかしいですけどね、そうなんかテンションを上げてくれる、気分を上げてくれる、私にとってはなんかお守りじゃないですけど、はい、なんかそんな感じではあるかなとありがとうございます。なんか夏祭りだったりとか、そういう時に結構ね花火大会だったりとかで浴衣の女性見る機会がそういう時にあるかなと思いますけど、やっぱり見てるだけで見てる方もちょっと心がなんか華やかな気持ちになったりしますもんね。それをなんか日常的にまとって素敵だなというのは思いながらお話を聞かせていただきました。ですね、着物ドレスの、アーティストの、しおりさんに今お話を伺いました。もし会場の方でしおりさんに何か質問というか聞きたい何か聞きたい方いらっしゃいますか。大丈夫ですか、よろしいですか。もしあれだったら後でこっそりでもよろしいのではい、ぜひお声かけていただけたらと思います。ありがとうございました。そしたら着物ドレスのしおりさんでした。拍手お願いいたします。ありがとうございました。